皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、人工知能の利用に気をつけなければならない兵器利用について考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。AI の兵器利用には、以下のような潜在的なリスクと課題が存在します。自律型兵器システムが高度な人工知能技術を使用して、独自に攻撃の判断を下し、攻撃を実行する兵器の一種です。自律性と AI の重要性。ローズは通常、AI アルゴリズムとセンサー技術を組み合わせて機能します。これにより、兵器システムが外部の人間の指示やコントロールなしで独自に判断を下し、攻撃目標を特定し、攻撃を実行する能力を持ちます。自律性は、目標に対する素早い対応と人間がリアルタイムで介入しなくても行動できるという特徴を持っています。倫理的な問題。ローズの登場に伴い倫理的な問題が浮上しています。自律型兵器は人間の判断から切り離された攻撃行動を実行するため、誤った目標への攻撃や無差別な攻撃が発生する可能性があります。これにより、無辜の市民や非戦闘員への被害が拡大し、国際的な人道法に反する行為が懸念されています。制御と監視の課題。ローズを適切に運用するためには、適切な制御と監視が必要です。しかし、自律型兵器は瞬時に判断を下すため、人間の介入が遅れる可能性があり、制御が難しいという課題が存在します。また、AI の意思決定プロセスがトランスペアレントでない場合、意思決定の根拠やロジックが理解できず、倫理的な問題が生じる可能性があります。国際的な規制と議論。ローズに関する国際的な議論が進行中で、多くの国や国際機関が自律型兵器の規制や制約に関する協議を行っています。一部の国は、ローズの開発と使用を禁止する国際的な合意に賛同する立場をとっています。他方で、一部の国は自律型兵器の可能性を活用し、軍事的な優位性を追求することに慎重に取り組んでいます。エキスパートの警告。AI 研究者や国際的な安全保障専門家は、ローズの開発と使用に慎重に対処すべきだと警告しています。倫理的な基準、透明性、人道的な規範を確立する必要があると主張しています。AI による自律型兵器の適切な運用に関する国際的な規制が重要であると強調されています。自律型兵器システムの開発や使用に関する議論は、国際的な安全保障と倫理的な観点から非常に重要であり、国際社会での合意形成が進行中です。AI 技術の進化と兵器利用への適切な制約の確立が、未来の国際的な安全保障において重要な課題となっています。サイバー戦争は、国家や組織間で行われるサイバー攻撃とサイバー防御の競争を指します。AI 人工知能を活用したサイバー攻撃は、これまでのサイバー攻撃に比べて複雑で効果的であり、国際的な安全保障の新たな課題を生み出しています。効果的な攻撃手法。AI を用いたサイバー攻撃は、攻撃者に対して効果的な手法を提供します。AI は大規模かつ高速のデータ解析を可能にし、攻撃者が脆弱性を特定し、攻撃を洗練させるのに役立ちます。
攻撃はより効果的に行われ、攻撃者の行動が識別されにくくなります。標的選択の高度化。AI は高度な標的選択を可能にし、攻撃者は特定の組織、政府機関、あるいは個人に対してターゲット化した攻撃を行えます。これにより、国家の重要なインフラストラクチャーや機密情報への攻撃が増加し、国家の安全保障に重大なリスクをもたらす可能性があります。攻撃の自動化。AI は攻撃手法を自動化するのに役立ちます。攻撃者は攻撃プロセスの多くを自動化し、サイバー攻撃のスケールと効率を向上させます。これにより、攻撃の頻度が増加し、迅速な反応が必要となります。サイバー兵器の開発。AI を活用したサイバー兵器は、新たな攻撃ベクトルを開拓し、既存のサイバー攻撃手法を進化させます。これにより、国家や組織は攻撃の複雑性を増し、サイバー攻撃の発見と防御が難しくなります。国際的な安全保障の課題。AI を活用したサイバー攻撃の増加により、国際的な安全保障の課題が複雑化しています。国家間のサイバー攻撃は、国際法や国際的な規範に適合するかどうかが問題となり、サイバー戦争の増加に対処するための国際的な合意や規制の必要性が高まっています。サイバーセキュリティの強化。AI を用いたサイバー攻撃への対抗策として、組織や国家はサイバーセキュリティの強化に取り組んでいます。AI を活用して脅威を検出し、攻撃を迅速に検知し、対処するセキュリティツールが開発されています。AI を活用したサイバー戦争は、国際社会に新たな挑戦をもたらしており、サイバー戦争の領域での規制と協力がますます重要になっています。サイバーセキュリティの向上と国際的な規制の強化は、国際的な安全保障を確保するために不可欠です。AI によるドローン技術の進化は、多くの新しい軍事的及び民間の用途を可能にし、同時に懸念事項を引き起こす要因となっています。自律飛行ドローンの能力向上。AI の進化により、自律飛行ドローンは、より高度な任務を遂行できるようになりました。これらのドローンは、自律制御、アルゴリズムを使用して、飛行経路を設定し、環境を認識し、任務を達成します。AI により、ドローンの自己飛行が向上し、複雑な環境での操作が可能になります。監視と偵察。AI を組み込んだ自律飛行ドローンは、監視と偵察任務に広く使用されます。これらのドローンは、高解像度のカメラやセンサーを搭載し、目標の追跡や情報収集を行うことができます。軍事的には、敵の動向や施設を監視するために使用され、民間では災害監視や農業に応用されています。攻撃能力。AI を活用したドローンは、武装して攻撃を実行できることがあります。これにより、無人攻撃機 UAV は、戦闘の一環として使用され、正確な攻撃や戦術的な任務遂行が可能になります。ただし、攻撃用のドローンが誤って非戦闘員や民間人を攻撃する可能性も存在します。輸送と物流。AI を活用したドローンは、物資の輸送や物流分野でも使用されています。特に、遠隔地域やアクセスの難しい地域での物資の配達に利用され、災害救援や医療物資の供給などに役立っています。民間利用。AI 搭載のドローンは、民間分野でも多くの用途があります。例えば、農業での農地のモニタリングや散布、
不動産業での不動産評価、映画制作、航空写真、環境モニタリングなどがあります。民間人への被害の懸念。自律飛行ドローンの増加に伴い、無人攻撃機が民間人や非戦闘員に誤って危害を加えるリスクが増大しています。ドローンの誤った操作、技術の故障、または攻撃任務中の誤った判断により、無辜の人々が被害を受ける可能性があります。AI を搭載したドローン技術は、軍事と民間の両方で重要な役割を果たしていますが、その使用に関する法的及び倫理的な規制が必要です。特に、軍事用途においては、国際的な人道法や紛争法の遵守が重要です。民間での使用においても、プライバシーの保護や安全性の確保に対する配慮が求められます。AI を活用した兵士型ロボットは、戦闘場面での人間の兵士に代わって活動することを可能にする技術です。自律性と自動化。ロボット兵士は AI によって制御され、自律的な行動をとる能力を持ちます。これは、戦場での決定を自動化し、兵士の人的介入を最小限に抑えることができるという利点があります。ロボット兵士は、特定の任務や目標に向けて自動的に行動できます。軍事利用。ロボット兵士は、戦闘、偵察、爆発物処理、監視及び通信など様々な軍事的な任務に活用されます。彼らは危険な任務を遂行し、人間兵士の安全性を向上させることができます。効率と精度。ロボット兵士は人間の兵士に比べて高い効率と精度を持つことがあります。彼らは疲労や感情の影響を受けず、連続的に作戦行動を実行できます。倫理的な問題。ロボット兵士の導入には倫理的な問題が絡んできます。特に、自律性が高まるにつれ、ロボット兵士の倫理的な使用と制御が懸念されます。誤った判断や攻撃の無差別化が発生する可能性があり、これにより無辜の人々が危害を受けるリスクが増加します。判断力と人道的な規範。ロボット兵士は倫理的な判断力、人道的な配慮、個別の状況への適切な対応能力が制限されている場合があります。人間の兵士は倫理的なジレンマに対処し、戦場での人道的な規範を遵守する訓練を受けますが、ロボット兵士はそのような能力が限られています。法的な規制と国際的な協力。ロボット兵士に関する法的な規制や国際的な協力が重要です。国際的な合意や規制がロボット兵士の使用に関する倫理的な枠組みを確立し、戦争犯罪の防止に役立つ可能性があります。ロボット兵士の導入には潜在的な利点もある一方で、倫理的な問題と制御の課題が存在します。国際社会では、ロボット兵士の使用に関するガイドラインと規制の策定に向けた議論と取り組みが進行中であり、その倫理的な問題について議論が行われています。AI による戦略的意思決定は、軍事及び国際的な安全保障の文脈での重要なトピックです。AI を用いた戦略的意思決定は以下のような側面に関連しています。プログラミングとデータの影響。AI による戦略的意思決定は、そのプログラミングと学習データに依存します。AI システムは、設計者によってプログラムされ、訓練データから学習します。したがって、適切な訓練データやプログラミングが提供されない場合、AI の判断に偏りやバイアスが生じる可能性があります。これは、誤った戦略的判断につながる危険性を持っています。
意思決定の自動化。AI は大量の情報を高速で処理し、戦略的な意思決定を自動化できるという利点があります。しかし、この自動化が不適切なタイミングや状況で行われると、誤った意思決定を下す可能性があります。また、AI は状況の全体像を理解することが難しいため、人間の判断が求められる場面も多く存在します。倫理的な問題。AI を用いた戦略的意思決定には倫理的な問題が絡んできます。例えば、AI による攻撃目標の選択や武力行使の承認が人道的な規範に適合しているかどうかが問題となります。誤った判断は人道法に違反する可能性があります。人間の判断と AI の補完。AI による戦略的意思決定は人間の判断を補完するものとして考えるべきです。AI は情報収集やパターン認識において高度な能力を持つ一方で、人間の道徳的判断力や倫理的な配慮は AI には難しいものです。したがって AI と人間が連携して最適な意思決定を行うアプローチが重要です。国際的な安全保障への影響。AI による戦略的意思決定は国際的な安全保障にも影響を与えます。複数の国家が AI を使用して軍事戦略を構築し、その結果、国際的な紛争や緊張が激化する可能性があります。AI を用いた戦略的意思決定は、潜在的なリスクと課題が存在する一方で、効率性や情報処理の向上という利点も持っています。そのため、AI の戦略的利用においては、倫理的な基準と規制、透明性、人間と AI の適切な連携が強調されています。皆さん、今回の未来予想2045の旅はいかがでしたでしょうか？私たちのチャンネルをご視聴いただき、本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え、語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045を応援していただければ幸いです。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しかったです。ありがとうございました。